では問題読み上げます。神経筋接合部から8センチ離れた点 A を刺激すると7ミリ秒後に、2センチ離れた点 B を刺激すると5.5ミリ秒後に筋肉が収縮を始めた。1番、この神経における興奮の伝導速度センチ毎ミリ秒を求めなさい。2番、直接筋肉に電気刺激すると3ミリ秒後に収縮が始まりました。神経筋接合部における伝達に要する時間を求めなさい。神経筋接合部っていうのは文字通り神経と筋肉の接合部ね。あと、このミリ秒っていうのは1000分の1秒のことね。ミリっていうのは1000分の1を表します。ね、だから1ミリメートルは1000分の1メートルだよね。ミリ秒っていうのは普段使わない単位だけど1000分の1秒を表します。で、なんとなくね、初め問題見たときに8センチ離れた点 A を刺激すると7ミリ秒後に収縮したって言ってるから、1番、なんか電動速度って聞かれて、8センチ離れたときに7ミリ秒後かかったんだから、なんかね、電動速度が8センチ割る7ミリ秒ですぐ出そうな気がするけど、これは×なんですね。なんでかっていうと、この7ミリ秒っていうのは、電動だけにかかった時間ではないからです。繰り返すけど、この7ミリ秒っていうのは、電動だけにかかった時間ではないんです。もうネタバレしちゃうけど、A を刺激して筋肉が収縮するまで7ミリ秒なんだけど、A を刺激して、まず電動が起きて、さらに伝達が起きて、さらに筋肉に刺激が伝わって、筋肉が収縮するまで、それらすべての時間を合わせて7ミリ秒なんです。じゃあ、今日最大のポイントなんで散々繰り返すけど、8センチ離れた A 点を刺激して7ミリ秒後に収縮したからといって、8センチの距離の電動に7ミリ秒かかったわけではないと。これと、例えばさ、彼氏から電話かかってきて、今からうち来ないって。あ、いいよって。じゃあ、あなたの家から、俺の家までチャリで20分ぐらいやったよねって。って。じゃあ、20分後に俺の部屋集合ねって、それやばくない？だってそういう彼氏やばいっしょ。20分で、お前の部屋に行けるわけねえだろ。なんていうの？家から家までのチャリの時間だけで20分だったからっつって、20分後に会えるわけねえじゃん。いろいろあるじゃん。着替えとかね、いろいろあるじゃん。多分会えるまで1時間ぐらいかかるでしょ。まあ、短くても1時間ぐらいかかるでしょ。だから、なんていうの？チャリの時間だけ20分だからっつって、20分でその部屋に行けるわけないよね。で、今回もいろいろあるんですよ。神経を刺激してから筋肉が収縮するまでの時間は、まず電動にかかる時間があります。ね、電動にかかる時間があります。さらに、伝達にかかる時間もあります。しかもね、伝達にかかる時間って超遅いです。一般に電動に比べて。神経伝達物質がふわーっと分泌される時間。さらに、筋肉に刺激が伝わってから収縮するまでの時間もあります。これ、いろいろあるんですよ。さっきの例で言うと、彼氏と会えるまでの時間って、まずなんだ、シャワー浴びる時間、ね、着替える時間、ね、着替える時間ありーの、で、チャリで、彼氏ん家まで行く時間ありーの、で、玄関開ける時間ありーの、で、もろもろいろいろかかるじゃないですか。チャリこいでる時間だけじゃないじゃないですか。これも、同じように、電動にかかる時間だけじゃなくて、いろいろもろもろかかる時間があるんですね。だからもうちょっとくどいようですけど、A 点を刺激してから筋肉が収縮するまでって、まず A 点を刺激するじゃないですか。それでまず8センチの電動にかかる時間がありますよね。8センチの電動にかかる時間がありますよね。さらに神経筋接合部で、神経のシナプス情報から、今回はね、あんまり覚えなくていいけど、アセチルコリンっていうね、神経伝達物質が、わーっとね、筋肉に向かって分泌、放出されるような伝達にかかる時間があるじゃないですか。さらに、筋肉に刺激が伝わってからもう0秒で収縮するわけではないんですよ。今回はね、ちょっとテーマ外れちゃうんで、うわ、面倒と思ってくれればいいんだけど、まさかこれ、さっき、ちらっと見たシナプス情報から、神経伝達物質であるアセチルコリンが出るんですよ。で、アセチルコリンをここがね、わかりにくいんだけど、筋肉の筋細胞、筋肉の細胞の細胞膜だけど、それが筋肉の細胞に受け取られて、で、筋肉の細胞、筋細胞に活動電位が生じます。ナトリウムイオンが流入します。ほんで、このナトリウムイオンの流入がきっかけになって、筋小胞体からカルシウムイオンが放出されて、もう超めんどくさいよね。聞いてください。筋小胞体からカルシウムイオンがファーっと放出されて、で、そのカルシウムイオンがトロポニンっていうものに結合して、そうするとトロポミオシンってものの構造が変化して、さらに、するとアクチンフィラメントとミオシン頭部が結合できるようになって、で、滑り込みが起こって、で、収縮するんですよ。で、これ、何が伝えたいかっていうと、超めんどいってことなんですよ。つまり、神経伝達物質が
神経伝達物質をね、筋細胞が受け取りましたって、0秒で筋収縮できるわけないじゃないですか。これ、クソクソめんどくさい、いろんな作業あるじゃないですか。だから、これが0秒でできるわけないでしょ。さっきの、なんていうか、彼女みたいじゃん。いろいろあんだよって。20分でいけるわけねえだろ。いろいろあんだよって。筋肉もそうなんですよ。いろいろあんすね。と、まあね、今見た話はちょっと忘れてよくて、まあ、いろいろあるってことですね。筋肉に刺激が伝わってから修復するまでの時間もあると。では、やっと問題に戻って、来れました。ね。あとはね、実はね、ここまで解説したらね、あとはもう、ここなんですね。秒殺です。神経筋接合部から8センチ離れた点を刺激すると、7ミリ秒後に、筋肉が収縮した。これだけでは、今見たように、電動速度なんて全然わかりません。電動にかかった時間が7ミリ秒後、7ミリ秒のうち、電動にかかった時間が何ミリ秒かわかんないから、一切電動速度わかりません。だからね、生物学者は何するかというと超頭良くて、2点刺激するんですよ。2点刺激するんです。だからこういう問題って、毎回毎回、2点以上刺激してるでしょ。それってなんていうか、超絶スマートな研究手法なんですよ。電動速度を求めるための。続き見てみよう。2センチ離れた点 B 点を刺激すると、5.5ミリ秒後に筋肉が収縮を始めた。確認しよう。A 点と B 点の間は6センチだね。ね。で、ここも確認しよう。A を刺激したら7ミリ秒後に収縮した。B を刺激したら5.5ミリ秒後に収縮した。確認しよう。A の方が1.5ミリ秒多く時間がかかってるね。7-5.5 は 1.5 なんで、A 点刺激した方が収縮するまで1.5ミリ秒長く時間がかかってるね。それってなんでかな？いきなり伝達の時間が長くなったのかな？それとも筋肉の性質が変わっちゃったのかな？実はそうじゃない。てかまあ、そうじゃないよね。なんで A の方が1.5ミリ秒長く収縮するまで時間がかかってるかっていうと、当たり前の話で、A の方が6センチの分長く伝導してるから、1.5ミリ秒長く時間がかかったんだよね。何も問題文に条件がないのに、いや、伝達がおかしくなったんじゃないかなとかね、筋肉が壊れちゃったんじゃないのかなとかね、そういう推察はしてはいけません。一番シンプルに、A の方が1.5ミリ秒長く時間がかかってるのは、当然 A の方が6センチ分長くね、伝導してるからですね。当たり前ですよね。なんていうか、学校と家の距離が長ければ長いほど、それは、なんていうの？学校と家の距離が長ければ長いほど、登校時間が長くなるってそれだけのことです、これね。そしたらもう秒殺ですね。だって6センチ分電動が、A の方が6センチ分長く電動していて、で、1.5ミリ秒長くね、時間かかってんだから、電動速度は6センチにかかる電動速度は1.5ミリ秒なんだ。あ、ごめん。6センチにかかる電動の時間が1.5ミリ秒なんだから、ね、距離割る時間で4センチ毎ミリ秒と。電動速度は4センチ毎ミリ秒。これね、今回、センチ毎ミリ秒で答えよって言われてるから、センチ毎ミリ秒って答えたけど、でもこれ、単位すごく気をつけてね。これ、問題によってこれ答える単位コロコロ変わるんで、しかもなんていうか、さらっと変えてくるんで、例えば、メートル毎秒で答えよとかいう問題もいっぱいあるんで、最後ね、単位めちゃめちゃ注意してください。まあ、この問題に限らず、生物の問題は、最後の単位のチェックをもう十分に行ってください。まあ、今回は、センチ毎ミリ秒で答えろって言われてるから、まあ、4センチ毎ミリ秒。こっから先ね、ちょっと難しいから、飛ばしてしまっていいです。一応、計算式でも出せます。こうやって考えた方がね、ちょっと得意な人もいるかもしれないと思って、ちょっと、計算式で考える方法も、ちょっと、お示ししておきます。例えば、2つの、式を用意します。丸1番、A 点を刺激してから収縮するまでの時間が7ミリ秒。これは7ミリ秒っていうのは、8センチの電動にかかった時間と、電達にかかった時間と、筋肉に刺激が伝わってから収縮するまでの時間が、これは全部合わせて7ミリ秒。で、もう1個の式は、B 点を刺激してから筋肉が収縮するまで5.5ミリ秒。で、この5.5ミリ秒の内訳は、2センチの電動にかかる時間と、電達にかかる時間と、筋肉に刺激が伝わってから収縮するまでの時間。で、このね、1と2の式を、引きます。すると、伝達にかかる時間と筋肉に刺激が伝わってから収縮するまでの時間っていうのは、1番と2番の式で共通なんで、これは消えてしまいます。で、結局、この2つのこの緑と黄色が消えてしまうんで、結局、7-5.5 の 1.5 で、8-2の6がね、右辺と左辺に残って、でね、6センチの電動にかかる時間は1.5ミリ秒から、同じ答えが出るわけです。ではね、括弧2番も秒殺してしまいます。直接筋肉に電気刺激すると3ミリ秒後に収縮が始まりました。神経筋接合における伝達に要する時間を求めなさい。これさっきの式をもう一回書いてみたけど、A 点を刺激してから筋肉が収縮するまで7ミリ秒。で、7ミリ秒の内訳は8センチの電動にかかる時間と伝達にかかる時間。ね、今回求めろって言われたのはこの緑の部分だね。
伝達にかかる時間と、あとは筋肉に刺激が伝わってから収縮するまでの時間です。それでこのね、この括弧2番の直接筋肉に電気刺激すると3ミリ秒後に収縮が始まったって表現は、これ独特の表現なんだけど、実は何を意味してるかっていうと、この一番下の黄色の筋肉に刺激が伝わってから収縮するまでの時間が3ミリ秒ですよってことを表しているんですね。直でこう、なんていうか、筋肉に刺激をしたときに、筋肉の中で、いろんな現象が起こって筋肉が収縮するまでの時間。それが3ミリ秒ですよ。この黄色の部分が3ミリ秒ですよってことのヒントなんですね。そして、このね、青い部分、8センチの電動にかかる時間っていうのも求めることがもうできます。A 点って、神経筋接合部から8センチのところにあった点だけど、括弧1番より電動速度は4センチ毎ミリ秒って出てます。この4センチ毎ミリ秒って意味は、4センチを1ミリ秒で電動しますよって意味ね。で、ことは、4センチを1ミリ秒で電動するんだから、ね、8センチはどんだけの時間で電動するかなっていうと、比例式、比の式を立てるまでもないけど、4対1は8対2だよね。4センチを1ミリ秒で電動するんだから、8センチを2ミリ秒で電動するわけです。で、もうあとはね、A 点を刺激してから筋肉が収縮するまでの時間ね、青と緑と黄色を合わせて7ミリ秒なんだから、ね、青は2ミリ秒、黄色は3ミリ秒、ね、ただ引けばいいだけですね。7-2-3で、この緑の部分、伝達にかかる時間が2ミリ秒と分かりました。以上、電動速度を求める問題の計算練習、ね、プラスね、ちょっと伝達にかかる時間も求める問題でした。